やっほー、皆さんこんにちは。もう4月に入って桜も満開に咲いてて春真っ只中ということで、今日はイースターをテーマにしたスイーツをいくつか作っていきます。今日もこんな感じで4つのスイーツを作ろうと思ってるんだけど、卵とかうさぎをメインにして、あと春っぽいパステルカラーで統一したいなって思ってます。あとうさぎ関連ってことで、どっかでねミッフィーを登場させたいんだよね。イースターの世界にミッフィーを入れちゃっていいのかってすっごい悩んだんだけど、とりあえず可愛くできたら何でもいいからね。本日も張り切って作っていきます。さあ行くぞ。これは先に冷やしておきます。ということで、まずはクッキー生地からまとめて作ってるんだけど、人参クッキーに使う分は人参味にするんじゃなくて、普通のクッキーをオレンジに着色して見た目だけ人参にしようと思ってます。人参味って結構好き嫌い分かれるからね。こっちのオレンジの生地も冷やしていきます。次は3種類のムースを作っていきます。このいちごチョコはね、もう販売してないんだけど、バレンタインにたくさん買ってたからね、余ってるやつを使います。ということで、まずはそれぞれの味のチョコを溶かしていきます。このチョコの色が全部パステルカラーだからイースターにちょうどいいよね。っていうかさ、イースターの日って毎年変わるの知ってた？春分の日の後の最初の満月の次の日曜日なんだって。めっちゃ難しくない？だからイースターって4月のイメージだったんだけど、早い時は3月になることも全然あるんだね。ちなみに今年は4月5日らしいです。そしたらこれを溶かしてきます。溶かしてきました。ということで、今日はこの卵のシリコン型でね、ムースを作っていきます。めっちゃ可愛くない？しかもね、サイズがね、すごいちょうどいいんだよね、これ。1000円しなかったし。まずは抹茶から塗っていきます。この間いちごのアフタヌーンティーのスイーツを作った時に、カヌレのシリコン型でいちごチョコをコーティングしたムースを作ったんだけど、あれがめちゃくちゃ美味しかったし、周りからも一番好評だったから、今回はそれのイースターバージョンって感じだね。ただ全く同じ構成だとつまらないから、何点かアレンジを加えてアップグレードさせます。よし、一旦ねこれで冷やしていきます。型は2つ買って用意しているので、こまめに冷やしながら交互にやっていきます。透けない程度になるべく薄くやるのと、あと下にチョコが溜まりがちだからそこも気をつけました。で、イースターっぽく卵に模様をつけたいんだけど、このコーティング段階で先に模様を描いちゃうか、シリコンからムースを取り外した後に模様を描くか、どっちにするかすごい悩んだんだけど、後者にしました。冷やしてきたんだけど、ちょっとね側面だけもうちょびっとだけ二度塗りします。ちょっと透けてるかもみたいなとこだけ二度塗りしていきます。冷凍庫から取り出したばっかだから殻が冷えてるから、しっかり側面で止まってくれるんだよね。とりあえずね、こんな感じでチョココーティングが終わりました。いちごが5個と抹茶が5個とホワイトがね6個ですね。はい。ということで、これは一旦冷凍庫に冷やしておきます。そしたら次はムースの部分を作っていきます。生クリームとアングレーズはいっぺんに作って、後でそれぞれの味に分割します。やっぱりね、私はアングレーズベースのムースの方が全然好きなんだよね。ちょっと手間はかかっちゃうけど、口どけも全然良くなるし、味もミルキーで優しい感じになるからね。やるじゃないか。そしたらお鍋に戻してゆっくり加熱していきます。だいたい80度から85度くらいになるまで混ぜていきます。いい感じな気がする。そし
したら火を止めて、ここにゼラチンを加えます。そしたらアングレーズを3分割して3種類の味のチョコレートにそれぞれ加えてよく混ぜていきます。一応ちゃんと計算はしたんだけど、均等に分けられてるから少し不安なんだよね。よし。そしたら生クリームも同じように3分割してそれぞれに加えていきます。はい、もちもちができました。次はいちごね。よし、できた。よし、そしたら流し込んでいきます。まずはホワイトから。はい、ちょっと一旦これで冷やしていきます。最後抹茶もやっていきます。こっちもこれで冷やしていきます。そしたら次はロールケーキを作っていきます。最近味付きのロールケーキを作ることが多かったから、今回は原点に戻ってノーマルのロールケーキを作ります。なんだかんだね、これが一番美味しいんだよね。ていうかさ、イースターって何のイベントか知ってた？クリスマスとかはイエス・キリストの誕生日をお祝いするイベントじゃん。イースターにもちゃんとそういう目的があって、イエス・キリストの復活をお祝いするイベントなんだって。私は全く知らなくて、去年ね誰かから聞いて知ったんだけど、日本人でそれを知ってる人って多分少ないよね。アメリカとかだったらみんな知ってそうなイメージはあるけど、どうなんだろうか。それもあってイースターの卵は新しい命、ウサギは多産で有名だから生命とか繁栄の象徴としてシンボルになってるらしいです。ちょっと面白いよね。イースターの意味を何も知らないでスイーツを作るより、なんかしっかり理解して作った方がより良いものが作れる気がするしね。結構アニメのキャラのスイーツも作ったりするんだけど、そのキャラクターのビジュアルは知ってるけど、実際にどういうキャラクターなのかって知らなかったらしっかりアニメ見て勉強するもん。多分それと一緒だね。よし、 OK かな。そしたらロールケーキを焼いてる間にチョコマフィンを作っていきます。これは会社の人に配ろうかなって思って、持ち運びがしやすい常温保存できるスイーツがいいなって思ってチョイスしました。1ヶ月くらい前に新しい部署に実習みたいな感じで異動になったんだけど、ちょうど来週でその実習が終わって元の部署に戻るから、最後にお世話になりましたみたいに言ってこのチョコマフィンを渡そうかなと思ってます。他のスイーツもうまくできたら持ってこうかな。やった。よいしょー。わー、めっちゃ美味しそう。やば。ちょっとロールケーキをね置いてきたので続きやっていきます。よし、 OK。 今日のブラウニーはこの型を使っていきます。そしたらこれ焼いていきます。はあ、焼けました。こんな感じです。めっちゃいい匂い。早く食べたい。
でこの焼き上がりに合わせてもう1セット同じ生地を作ったので入れ替えで入れていきます。先を急ぎましょこれはちょっと一旦冷ますか。ずっしりしてる。美味しそう。もう焼きたて食べたい今。お腹空いてきちゃったからさ。でもちょっと数がね12個ぴったりにしたいので我慢します。じゃあこれは冷ましておきます。よし、そしたら次はクッキーで人参を作っていきます。どんくらいのサイズにしようかな。ちょっといろんなサイズ作ってみようか。こんな感じかな。これが焼いたらどうなるかわかんないけど。かわいい。この人参クッキーは単体じゃなくて他のスイーツにも使い回したいんだけど、具体的にどうやって使うかはあんまり考えてないんだよね。人参のヘタを刺せるようにね、こう穴を開けておく作戦にします。一部ね、成功するかわかんないから。なんか気持ち悪いんだけど人参がたくさんあって気持ち悪いぞ。焼いたらもう少し淡い感じのオレンジになるかなって思ってるんだけど、どうかな。うわー、たくさん作ったこれ焼いたらどうなるかな。本当に怖いんだけど。見て、これやばくない？なんか気持ち悪いよねもうどうなるかわからないけど、とりあえず焼いてきますちょっと冷やしてから焼くか。なんか形が崩れやすそうだからね。見て、ちょっと気をつけてたと思ったのにさ、焼きすぎちゃった。これとかちっちゃいやつは結構ね、ほんと焦げてる感じになっちゃった。ちょっと人参っぽいね。すごいね。ちょっと作り直そうかな、これ。さすがに。気を取り直してムースの土台のクッキーを傾いていきます。人参クッキーはどっかの作業の合間でまた作り直そうと思うんだけど、あれをまた一から作るのは少し大変そうではあるよね。まあ、でも細かいけど分量は少ないからパパって作っちゃいます。はい、こんな感じでどんどんくり抜いていきます。気持ちいい。やっぱ円形はね、本当にくり抜きやすいよね。よいしょ。ちょっと生地を残しておいたので、余った生地はね、卵の型でくり抜いていきます。これ卵の型っていうか、円形だったのをね、ちょっと卵の形に整えてみました。これでくり抜いていきます。ちょっと形を整えてあげてね。はい、いいんじゃないかな。卵です、これは。こんな感じで12個の丸型と大小2つの卵型に型抜きが終わったので、これを焼いていきます。本当に焼きすぎないように注意しないとね。じゃーん。こんな感じでクッキーが焼き上がりました。いい感じだと思います。こっちもね、いい感じです。かわいい。そしたら次はね、ロールケーキを進めていきます。ちょっと見た目の関係で、ここはね、剥がしちゃいます。この剥がす作業めっちゃ気持ちいい。綺麗にして、ここをね、カットして長さを短くしたので、これで巻いていきます。まずはクリームを塗っていく。ロールケーキに使うクリームは結構安定性が欲しいから、
生クリームとホイップをだいたい4対6くらいの割合でミックスして作ってます。でホイップの割合が増えるとどうしてもねコクが減っちゃうから、その分練乳を加えて補ってます。よし、じゃあ巻いていくか。ちょっとわ、すごっ。これは冷蔵庫でだいたい4時間くらい冷やしておきます。次はチョコマフィンのトッピングに使うメレンゲクッキーを作っていきます。まずは卵白とグラニュー糖を50度くらいまで温めます。いい感じです。よいしょ。チョコマフィンの上にメレンゲクッキーをのせるスイーツはバレンタインの時に初めて作ったんだけど、チョコマフィンの水分をメレンゲクッキーが少し吸収して、いつものサクサク食感じゃなくてシュワッと柔らかい感じの新しい食感になるの。それがね、しっとりしたマフィンと一緒に食べると本当に美味しくて、これはねぜひ皆さんにも一回やってほしいです。メルベイユとかの土台のメレンゲもクリームの水分を吸収してシュワッてした食感になってて美味しいしね、あれと同じ感じなんだよね。オッケー。そしたらね、こんな感じで色を準備したので今から絞っていきます。ここからが大変なんだよね。まずはこの直径に合わせてね、絞りたいと思います。このサイズがちょうどよかったからこんくらいだね。お、これいいじゃん。なんかうまく絞れない。これいいじゃん。やばい、意外とめっちゃ難しい。これめっちゃ汚くなっちゃった。意外と難しいです。よし、次はうさぎを絞ります。左手でカメラを持ちながら右手でやっていく。二刀流でやっていくから。あー、やばい。ちょっとこれどうしよう。これいい感じ。こんな感じで可愛いです。最後はミッフィーの形に絞っていきます。これが一番難しい。この耳が難しいんだよね、マジで。ちょっと長すぎ耳。なんかクリームの質が悪くなってる気がするんだが。余ったクリームはこんな感じでお花に絞ってみました。使うかはわかんないけどね。じゃあ焼いていきます。だいたい2時間くらいね、焼いていきます。よし、じゃあ次はね、この卵ムースを進めていきます。半分ずつやるか。狭いから。よいしょ。あ、めっちゃ綺麗に剥がれる。見て、あ、待って、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんだけど。なんだこれ。なんだこれって感じ。ここにね、ちょっとホワイトチョコをこうつけて、合体って感じで。卵。可愛いぴったり。よいしょ。後から思ったんだけど、こうやって作業してる時に他のムースも出しっぱなしにしてると表面に結露が出てきちゃうから、取り出したムースはすぐ冷蔵庫に入れてしっかり冷やしておくべきだったかなと思います。ちょっと次から気をつけます。あら、かわいい。ピンクもかわいいです。めっちゃかわいいんだが。そし
したらホワイトチョコね。よいしょ。あ、待って。これ可愛すぎる。ホワイトチョコ一番可愛いかもしれないな、これは。やばい。よいしょと。可愛いぞ。よいしょ。ムースがめっちゃ冷えてるから、チョコが一瞬で固まるからすぐ固定されるっていうね。めちゃくちゃ扱いやすいです。はい、できた。そしたらここからね、一つ一つデコレーションしていきます。こうやってひたすらやっていくんだけど、これを12個やるって結構鬼畜だね。鬼畜の所業。頑張ります。いや、このデコレーションとかも本当に回答が終わってからやるべきだったのに、もう全然本人はね気づかず普通にデコレーションしちゃってるんだけど、もうねすでに結構結露が出てきてしまってるっていうね。ただ作業してないムースはしっかり冷蔵庫入れてて、出してた時間はだいたい15分くらいだったからそこまで長くなかったので今回は耐えたんだけど、こういうところがまだ素人なんだよね。まあでもね、このアイシングで土台のクッキーに草をかくデコレーションは結構可愛いんじゃないかなって思います。待って、これ天才じゃない？めっちゃ草っぽいんだけど。ただ問題点を挙げるとすれば、めちゃくちゃ時間がかかるっていうところだね。じゃあメレンゲクッキーが焼けました。可愛いです。ということでミッフィーの顔だけアイシングクリームで描いて仕上げます。なんかすんごい太っちょなミッフィーになっちゃった。まあ可愛いからいいけどさ。難しい。見て、こんな感じで人参のクッキーを作り直しました。で、今回はアルミじゃなくてなんかこうやってね、ちょっとわかるかな、穴をねここに開けてみました。なんか塞がりそうだけどね、焼いたら。この形作った後冷蔵庫で30分くらい冷やしたので、穴がこのまま残ってくれたら嬉しいなって感じなんですけど、まあね、とりあえず焼いていきます。そしたら次はね、この卵ムースのデコレーションをしていきます。もうね、ムースが完全に解凍終わっているので、表面の水滴がなくなったからね、ちょっと試しにアイシングしてみたんだけど、大丈夫そうなので、ここからデコレーションしていきます。できた。うい、とりあえず1個目こんな感じ。どう？イースターっぽくない？思ったよりね、すごい難しいの。平面だったらもっと簡単なんだけど、高さがさ、こうやってあるからさ、めちゃくちゃデコレーション難しいの。ちょっとみんなにやってほしいです。はい、ということで、こんな感じでね、全部デコレーションしていこうと思います。ちょっと水玉模様にしてみました。わお。じゃーん、こんな感じで全部の卵ムースが完成しました。イエーイ。なんかさ、この背景いらなかったかな、このさ緑のやつ。なんで私これやったんだろうって感じなんだけど、ピンクと白の2色でよかったかもね。この緑が緑してて全体的に緑って感じになっちゃってる。抹茶じゃなくて普通のチョコレートにするか、この背景色をなくすかのどっちにかにすればよかったかなって思います。まあね、しょうがないんだけど、ということでこんな感じでね、完成にして次いっちゃいたいと思います。ちょっと今から抹茶マフィンを作ります。ホットケーキミックスでパパってやっちゃう。なんかこの人参を何に使うかまだあんまり考えてなかったんだけど、本当はカップケーキに使おうかなと思ったんだけど、なんか違うなと思って追加で作ることにしました。これでね、途中で軌道変更することも全然よくあるんです。抹茶味にしようっと。
パって焼いていきます。そしたら次はチョコマフィンを仕上げていくので、砕いたオレオとかトッピングに必要なものはね、最初に準備しちゃいます。すべてのパーツが揃いました。で、見て、ブラジャーをね、買っておいたのでね、これもトッピングに使っていきたいと思います。可愛くない？卵みたいな感じで。つけて、こうやってオレオをね、砕いたやつを、こうやってちょっと入れて、この卵たちを使っていきます。卵ちょっと大きいけど、まあしょうがないね。こんな感じ？卵が思ったよりでかかった。2個くらいでいいか。3個のっけたかったな。しょうがないわ。ここだったら卵3個くらい入るんじゃないかな。2種類目はミッフィーが乗ったマフィンを作ります。さっきのマフィンをこうやって砕いておいて、ここにつけます。さあどうなる？待って、めっちゃ可愛いじゃん。こうやってつけるのどう？待って、これさ、つけてからの方がいいかも。こういう感じにするのどう？めっちゃ可愛くない？で、さっきね、クッキー作ったんだけど、いろんなサイズ作ったから、ちょっとね、このトッピングにも、どれかちっちゃいやつ使おうかなと思います。これとかね。もうちょっと穴開けたんだけど、ここにね、ローズマリーを刺します。よいしょ。待って、私天才かもしれない。これ人参じゃない？最近ちょっと覚醒してるのかな？で、ここさ、なんか寂しいじゃん、ここ。これ持たせたらどう？よいしょ。くっついてくれ。かわいい！素晴らしい。とりあえずこんな感じの3種類でどうかな。この鳥の巣みたいなやつと、このミッフィーちゃんと、なんか、埋まっちゃってるウサギちゃん。この3種類をね、作っていこうと思います。残り半分ね。まずこっちを先につけて、これをつける。よし、できた。かわいいです。かわいいです。これは穴がちゃんと開いてる。そのまま刺せるね。よかった。人参作り直して。はい、できた。これさ、めちゃくちゃ簡単に作るからみんなやってみて。でかかったかな、人参ちょっと。よし、オッケー。どれにしようかな。これかな。ちょうどいい。なんかさ、思ったんだけど、この、人参を食べ過ぎて、太っちゃったみたいな設定にしようか。やばい、モテない、これ。いいじゃん。やばい。はーい、こんな感じでできました。どれが一番可愛い？イースターっぽいのはこの卵が乗ってるやつかな。太っちゃったミッフィーが可愛すぎないかい？ということで、チョコマフィンの完成です。かわいい。チョコマフィンかどうかももう怪しいけどね。正直ね。ね。はい。ということで次行きましょう。これちょっと使っていくか。てかめっちゃ美味しかったし、これ超簡単にできるからさ、みんなもぜひ作ってみてください。これはね、全部砕いていきます。よいしょ。
なんかせっかく可愛い人参クッキーを作ったから、それを引き立てられるようなスイーツを作りたいんだよね。生クリームの層の上にこの砕いたマフィンを敷き詰めたカップスイーツにしようかなって考えたんだけど、マフィンって冷やすとボソボソに硬くなっちゃうから、ちょっとこうやって牛乳を加えてしっとりさせます。そうすると美味しいまま冷蔵保存ができるスイーツになるの。ちょっと触り具合を確認して OK。 そしたらね、今回はこのクリアカップを使います。この形のクリアカップ初めて見てさ、100均で可愛いなと思って買いました。そしたらまずは生クリームを敷き詰めていきます。このクリームはロールケーキで余ったクリームで、どっかでね使いたいなって思ってたんだよね。ということで、そしたらあとはね、これを入れていきます。これだけでもね、すごい美味しいからね。よいしょ。手でやった方がなんか早いわ。絶対美味しいじゃん、もう。よいしょと。で、あとはね、この人参茶を乗っけていきます。さっき使わなかったこういう大きめの人参茶をね、よいしょ、乗っけてあげます。どうする？どうやって乗せる？こうやってさ、乗せてもいいけどさ、なんか埋まってるようにしても可愛いよね、こう。こうやって。どっちがいいと思う？まあ、こうやって乗っけるか、普通に。これさ、1個だけ？何個も乗っけた方が可愛いと思ったんだけど、どう？ 1 個だけだったらさ、この半分のカップでよかったくない？なんか畑みたいにしたいよね。こうやってさ、何個かこうやって並べ、2個並べる、2個。2個並べちゃう、こう。ありですね。できました。めっちゃ可愛くない？これちゃんと蓋閉じれます。こんな感じで保存しとこうかな。素晴らしいです。ちょっとね、これカップでかすぎたな。なんかもっとちっちゃい、これ四角半分のサイズでよかったの。なんか畑みたいにしようとしたんだけど。まあしょうがないね。そしたら最後はロールケーキを仕上げていきます。うわあわわ危ない危ない。生地がやばい、美味しそうすぎる。ということでカットしていきましょうか。とりあえずまず端からね。あ、やばい、美味しそうすぎるんだけど、ここを下にした方がいいな。こうだな。こんな感じでカットできたので、ここからね、ミッフィーの顔を描いていきます。耳はこんな感じでテンパリングしたホワイトチョコで作りました。頭の部分に包丁で穴を開けて、冷やしたホワイトチョコの耳を刺していきます。どうかな？いいんじゃないかな。ということで、ミッフィーのロールケーキが完成しました。拍手。疲れた。いや、結構可愛くできたんじゃない？てか、めちゃくちゃ美味しそうなんだけど。可愛い。よいしょと。余った人参クッキーとオレオと抹茶マフィンで人参畑のケーキを作ってみました。やばい、めっちゃ面白くない？これ。新しい扉を開いた気がする。でね、これ以外にちゃっかりね、この卵の形でくり抜いたクッキーの方もね、しっかりデコレーションを終わらせてました。これは結構合間合間にちょっとずつやってたって感じかな。やっぱりこう平面だとね、すごい描きやすくて、全然綺麗に描けました。めちゃくちゃ可愛い気がする。いい感じです。よし、これで終わりかな。こんな感じで全部のスイーツが完成しました。イエーイイースターだね。卵とかうさぎ系のスイーツをね、久しぶりに作りたいなって思って、今回これを作りました。何が一番可愛いかな。でも一番美味しそうなのはロールケーキでしょ。これがなんかね、新しい感じでいいかなっていうのと、これはなんか可愛い。ここら辺もまあ可愛いけど。
どれが一番かちょっと食べるまで決められないね。あのロールケーキは耳があるから、もうそのままケーキボックスにこう縦に並べて入れて保存しようと思います。そこら辺は蓋をすればいいじゃん。でこれは普通にサランラップをして常温保存で OK かな。ということで今日もお疲れ様でした。ただいつも通りね片付けが待っているので、私は片付けをして寝ようと思います。ということでまたね、バイバーイ。いただきます。生クリーム大好き人間なので、まずはロールケーキからいただきました。これは本当に100点をあげたいくらい美味しかった。でも一番美味しかったのはこのエッグムースでした。ちょっと食べづらいかなとか、クッキー甘すぎたかなとか心配だったんだけど、全然そんなことなく、もう完全に一つのスイーツとして統一感があってね、めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱアングレーズベースのムースは本当に美味しい。このサイズ感も結構ベストだったんじゃないかなって思います。小さすぎず大きすぎずね。他のスイーツも基本的に失敗なく、今回は全体的に見た目と味の得点は高かったかなって思います。でも今回も本当に学ぶことが多かったし、すごい楽しいお菓子作りでした。お菓子作りするたびに毎回いろんなことを学ぶから、どんどんね自分が作れるスイーツの幅が広がっていくので、本当に飽きないね。次回はどんなスイーツを作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。